気を取り直して真のクールジャパンについて、ジャポニズムの定義からですね。はい。で、19世紀にパリ万博を契機に西洋諸外国で流行した日本趣味、または東洋趣味全般のことを指します。で、諸外国なんですけれども、映画キルビルなどでもおなじみで、東洋と日本を、混ぜているので、ここでは広く東洋趣味全般のことを指すことにいたします。で、意外と身近なジャポニズムなんですけれども、日本人でも、収集家の多いですね、比較的、ファイヤーキングだったりします。で、60年代のミッドセンチュリーが好きな人は、マグカップなどを所有している人が多いと思います。で、これですね、映像にあります通り、緑色の、カップですね。これのことですね、ファイヤーキング。で、1940年代、アメリカのオハイオ州のアンカー・ホッキング社が創設したテーブルウェアのことを指します。で、ジェダイ商品と呼ばれる、東洋趣味の翡翠を模した商品が人気です。なので、この緑色はですね、翡翠の緑を表しているんですね。で、それだけじゃなくて、電子レンジ対応可能の耐熱ミルクガラスっていうのでできているので、広く家庭に普及したんですね。で、東洋の憧れを大量生産した結果、日本人の方がファイヤーキングの初期刻印をメルカリで買い漁っているっていう現象が起きていて、興味深いなっていう感じですね。こういった現象はテーブルウェアの歴史でたびたび起きていると思われます。次、よいしょ。で、こちらですね。こちらの食器。食器というか、こういう、特徴のある食器のことですね。で、食器の中でもチャイナと呼ばれる白磁なんですけれども、6世紀の中国の北西550年から577年の時代に生まれました。この白磁に憧れて、ボーンチャイナをイギリス人が作ったんですね。で、18世紀頃のロンドンで発明されまして、で、その当時のイギリスでは白い粘土が不足していたので、粘土に、牛の骨の粉末を混ぜたことから、ボーンチャイナっていう風に呼ばれてるんですね。なので、この金色の模様っていうよりかは、この白さが重要っていうことなんですね。で、次参ります。で、こちらが、そうですね、マイセンですね。で、東洋磁器への憧れは西洋磁器の、歴史の幕を開けました。中でも有名なマイセンは、17世紀ドイツのマイセン地方の磁器のことなんですけれども、ザグゼンテ現ポーランド王のアウグスト2世が錬金術師であるヨハン・フリードリヒ・ベトガーっていう方をなんと幽閉してしまうんですね。で、そこで、白磁を作るようにって命じたのが発祥になったそうです。で、ちょっとですね、なんでしょうね、ブラック企業じゃないですけど、ひどい扱いを受けているんですけれども、白磁の制作に成功したベドガーさんは、なんとですね、幽閉を解かれないんですね。で、幽閉を解かれることなく、次に染付のコピーを命じられてしまい、でそれはちょっと叶わずですね、37歳で死亡されてしまったんですね。亡くなられてしまったっていうわけなんです。で、中国の五歳時期や日本の伊万里焼の影響を受けて、後にですね、こういう感じのロココ調にですね、よいしょ、これですね。はい。独自の進化を遂げておりますっていうことなんですね。で、磁器への憧れは日本に影響を返す形で花開きました。
で、ですね、よくですね、テレビとかで、聞く、何でも鑑定団でですね、見たことがある方もいらっしゃるかもしれませんが、のりたけっていうブランドがあって、こちらは日本のブランドなんですね、実は。で、美しく精緻な磁器を日本で作りたいっていう思いを持った幕末の御用商人の森村一左衛門っていう方が、鎖国をですね、解いたばっかりの日本からですね、大量の金が海外へ、流出するのを危惧しておりました。それでですね、パリ万博がありましたでしょの、その後の、その時に発表されたヨーロッパ製の時期に影響を逆に受けてですね、森村一左衛門さんがですね、で、8年後、陶磁器の最新技術を取得するために、ヨーロッパに技術者を派遣しました。で、その結果、大正3年にのりたけチャイナとして世界中のブランドとして成長したんですね。で、こういった、西洋と東洋で対照的な文化が互いの良さを見つけて、その土地に合った形で文化を発展させ、で、またそれが影響を及ぼすっていうね、そういったことを、お店でですね、食器を選ぶときは、美術史が隠れているんだなっていうふうに考えて、食器を探してみるとまた楽しいかもしれません。じゃあ次行きましょうか。よいしょ。待ってください。ちなみにですね、今画像で現れている、この、のりたけチャイナなんですけれども、1920年のもので比較的新しいものなんですね。なので、当時のものはちょっと画像では用意できなかったです。で、こちらですね。もうすごく綺麗な、日本画なんですけれども、ちょっとですね、いつもの浮世絵と違うんじゃないかな、みたいな感じをね、感じ取ってもらえると嬉しいですね。で、ところで皆さんは川瀬波水という画家を知ってます？ちょっとわからないかな。でも最近聞き覚えがあるかもしれませんね。美人画とか、あと北斎とかが浮世絵なんじゃないのっていう方がいらっしゃるかもしれませんけれども、それだけじゃないんですね。で、教育基本法っていう法律がですね、2006年12月に改正されまして、で、我が国の伝統と文化を基盤として、国際社会を生きる日本人の育成の、教育目標が明記されました。で、そのことによってですね、美術の授業が西洋文化に偏らずに、日本文化を多く授業で扱うようにシフトチェンジしたわけなんです。そういうなんか固いことをベラベラと言いましたけれども、でも若い頃って、いきなり鳥獣戯画の良さがわかる人って少ないと思うんですね。で、なんか先生がすごいっていうから、すごいもんなんじゃないかな、みたいな雰囲気ですね。でも北斎は、なんでしょうね、大波がすごいですから、おおって思うかもしれないけれども、中に浮世絵の美人が美人なのかなみたいな感じでピンとこないですし、それに比べたら、西洋ギリシャの彫刻とかエルグレコなどの宗教画の絵画から受ける遠近法を見てですね、立体感がありますからね、西洋の方がいいじゃんっていう風に生徒は思いがちってことを、授業した側からはですね、あの、そういうね、肌感を感じておりますけれども、でも、人生をですね、四半世紀過ぎた頃から、なんか日本って落ち着くしいいんじゃないかな、みたいに思うのが一般的かなって思います。で、そんなね、若い方々でも、川瀬波水、っていう方がいて、日本画ってかっこいいんだぞっていうふうに紹介したいです。で、川瀬八水なんですけれども、生い立ちですね、25歳で家業を継いだんですけれども、画家になる夢を諦められなかったんですね。
なので、日本画家の鏑木清隆、ごめんなさい。ちょっと言い間違えた。鏑木清方さんですね。ちょっと言いづらいに、弟子入りをしようとしましたけれども、ちょっと年をね、取りすぎている。修行するにはちょっとね、層が立ちすぎているという理由から、洋画家を勧められます。洋画の方がいいよってことですね。西洋画ですね。で、そこで一旦洋画を学びますけれども、ちょっと挫折をしてしまいます。なので、2年後の27歳の時にまた、鏑木さんのところに訪れて、ちょっと入りたいんですけどっていうふうに言ったら入門を認められて、それで八水という名前の画号を与えられることになります。で、こちらの増上の雪っていうのが、無形文化財に指定され、それで、風景版画を数多く残しています。で、ここから先はですね、どういう作品を作っているのかっていうのをさらっと、いろいろですね、例を挙げていきたいと思います。で、海外ではですね、実は、ハスイの名前は広く知られていて、北斎広重ハスイって言って、3H ですね、頭文字を取った形になるんですけれども、3H と呼ばれて、スティーブ・ジョブズ氏も、ハスイ愛好家の一人なんですよ、実は。で、ハスイは亡くなる74歳まで、40年間、日本中を旅して、600点以上の作品を残しております。で、ジャンルとしては浮世絵ではないんですね、正確には。新版画という部類に入ります。新版画の定義ですが、大正昭和初期頃に始まり、江戸時代の浮世絵の制作方法を用いて、より芸術性を追求したものになります。なので、写真の構図や西洋の遠近法、江戸時代にはないモチーフですね、電柱や、建造物が、浮世絵に取り入れられているっていう、とてもね、モダンで不思議な感じがしますね。じゃあこちらですね、よく見てくださいね。浮世絵だったら、こういう遠近法的な立体感はないと思うんですよ。構図もすごく面白いですよね。こちら船ですかね。なんか、遠くの方に見えていて、水面も透明感があって美しいですね。で、次。で、こちらなんですけれども、冬の月って言いますが、こんなね、写真のような感じの、構図が、あの、綺麗だなって感じですね。私たちにも馴染みやすいんじゃないかなって非常に思います。木が枝にかかっているっていう形ですね。で、こちらは、最近、あれですね、ちょっと騒がれた、ちょっと前に騒がれた道頓堀ですね。はい。で、こちらはですね、空気遠近法が使われておりますね。グラデーションで、左の奥の方が白っちゃけてるっていう感じですね。で、建物の詳細も、ふんわり、なんでしょうね、ぼけてっていうか、省略が非常に、簡略で美しいと思います。はい、次行きます。で、こういった風景画もね、いろんな方に愛されていますね。こちらは甲州なので、今の山梨県あたりですね。で、こちらは、十和田湖です。なので、日本画というよりかは、洋画のような、そうですね、山脈の盛り上がりを感じますね。で、こちらはつくも島ですね。雲の表現がとても美しいと思います。なので、洋画と日本画のいいとこ取りっていう感じがします。で、こちらは、すいません、こっち。日光街道ですね。で、杉の感じが本当に写真のようですよね。
今でもこういった風景が見られると思います。針葉樹の感じとかですね。で、こちらも遠近法がですね、空気遠近法が取られております。これは、0度の遠近法ですかね。手前が、濃くて暗くて、で、奥の方が日光が当たっているので明るいって感じですね。で、彩度が高い感じですね。で、それで、その中でもね、私がとりわけ好きな作品はこちらです。これですね。旅先のお風呂に入っている情景で、思わず声が出てしまうような瞬間が切り取られていて、すごく面白いなっていうふうに思います。じゃあ次に参りましょうか。よいしょ。こちらです。リンパですね。アートの継承についてお話ししたいと思います。江戸時代初期、本阿弥光悦と俵屋宗達により、創始されたのが、リンパです。で、定義を言うと、1615年、徳川家康に京都の土地を借りて、芸術村を作ったことで、その歴史が始まりました。で、尾形光琳っていう方が、京都の呉服商の次男として生まれたのですが、で、実家の数多くの豪奢な衣装の文様に慣れ親しんで育ったのですが、ちょっとですね、お父様が亡くなられてしまい、で、実家が没落してしまうんですね。で、そのことにより、尾形光琳は画業を目指すことになります。で、当時のメインストリームというか、メインのですね、流派である、絵の流派ですね、狩野派の門戸を叩くわけなんですけれども、リンパの創始者である俵屋宗達と出会い、運命が大きく変わります。で、こちらの、俵屋宗達さんの風神雷神図屏風を模写するところから始まったわけなんですね。で、それで後の、こちらですね、尾形光琳さん作の柿椿図屏風を生み出すインスピレーションを得たというわけなんです。で、尾形光琳の弟である尾形乾山さんも宗達に学んで画業に名前を残しております。で、リンパの特徴なんですけれども、一子相伝のお家芸ではなく、性関係の型にとらわれないで、その先人の画業に感服した画家が志して、尊敬する人に直接には教えは受けられないけれども、その人を、師範というか、模範として慕って学び、リンパの質を受け継いだという、現代から見てもちょっと、変わった、得意な100年にわたるアーティスト集団となったんですね。で、その中でも、こちらですね、酒井法一さんっていう方は、先人である宗達と光琳の芸術の再生に努めました。そうですね、こちら、夏秋草図屏風という作品を作ったのですけれども、この作品は当時、光琳が宗達を慕って描いたとされる風神雷神図屏風の裏面に施されたんですね。なので、こういったことなんですけれども、時空を超えてですね、3人の芸術が一つになった証の作品でもあるわけですね。なので、近年ですね、アニメとか、漫画とか、どちらもすごく素晴らしい芸術だと、サブカルチャーだと思うんですけれども、クールジャパンというふうにね、一括りにされて親しいわけですが、このような100年先に形になったアートへの熱い思いも、真のクールジャパンではないでしょうかっていう、そういった問いかけですね。そんな感じです。はい。以上で本講演は終わりになります。ありがとうございました。